ンダモン。海外進出を目指してグローバル塾に通っている生徒なのだ。おはよう、ズンダモン。やっとメタンが来たのだ。今日はどこの授業をしてくれるのだ？ふふ、楽しみにしてくれていて何よりだわ。じゃあ、今回は危険な絶景スポット、アフリカ編の授業をしていこうと思うわ。アフリカっていうと、広大な自然があったり、多種多様な野生動物がいて、絶景ポイントも多そうなのだ。その通りね。今回紹介するところも、砂漠や湖など、いろんな種類があるから、楽しみにしてほしいわ。じゃあ早速授業をしていくわね。よろしくなのだ。一つ目はラナキル砂漠よ。アフリカ大陸東部にあり、エチオピア北東部とエリトリア南部に広がる砂漠よ。砂漠ってあの砂だらけのクソ暑いところなのだ。そんなところに絶景スポットなんてあるのだ。ズンダモンは砂漠アンチなのかしら。まあ確かに砂地しかない砂漠もあるけど、ここはもちろんそうじゃないわ。例えばこんな色鮮やかな火山があったり、こんな綺麗な塩湖が広がっていたりするわ。砂漠の中にこんな場所があるなんて信じられないのだ。ここでは塩湖を渡る塩キャラバンなども見られて、一つの砂漠の中で様々な景色が見られるわ。砂漠ってただの砂地ってわけじゃないんだな。ラナキル砂漠の特徴として、岩塩採掘産業が盛んに行われていることが挙げられるわ。砂漠から岩塩が取れるのだ。実はこの砂漠には広さが東京都ほどの岩塩の平原があって、2000年前から今日に至るまでアファル人たちは塩源から岩塩を切り出し、それを売ることで生活してきたの。そんなに長い歴史があったなんて。ここではしっかりとした分業体制が整っていて、さっきの塩キャラバンもその一例ね。でもなんでそんなに巨大な塩源があるのだ？ 20世紀の地球科学的研究で分かったことでは、もともとアフリカ大陸とアラビア半島はつながっていて、地殻変動によりアフリカ大陸とアラビア半島は分離し、その過程で巨大な塩源が出現したと言われているわ。詳しくは難しい話になっちゃうから割愛するわね。よくわからんけど、地球って不思議なのだ。ところでズンダモンは、ここがどれくらい暑いか知ってるかしら？わざわざメタンが効いてくるってことは、めっちゃ暑いってことは確定してるのだ。もしかして40度ぐらいはあったりして。しっかりメタ読みしてきたわね。けど実はさらにその上を行くわ。まさかもっと暑いのだ。そう、ここは人類が住める最も暑い場所としてギネス記録にも登録されていて、夏には気温が50度以上になる地域もあるの。冬場でも40度を超すことがあるわ。そもそも人が住めることに驚きなのだ。そんなとこに住んでたら体が溶けるのだ。暑さに慣れてない人が行くと熱中症などで体調を崩す可能性が高いわね。聞いてるだけで汗かいてきたのだ。ただ砂漠は昼夜の気温差が激しく、夜は冷え込むから要注意ね。暑すぎる上に寒さ対策も必要だなんて。ここに住んでる人マジで大変そうなのだ。あともう一つの危険ポイントは、エリトリアとの国境に近いことから武装強盗集団が出没することがあるところね。そんなの砂漠の中で鉢合わせたら終わりなのだ。だから行くときはツアーに参加してガイドに従って観光する必要があるわね。グローバル。2つ目はデビルズプールよ。ここはビクトリアの滝にあるアトラクションで、アフリカ大陸南東部ザンベジ川中流部に位置しているわ。このビクトリアの滝は幅が 2km、 落差は 108m もある大瀑布よ。すごい規模なのだ。イグアスの滝と並んで世界最大規模の滝で、あの有名なナイアガラの滝もここと比べるとかなり小さいわね。ちなみにユネスコの世界遺産にも登録されているわ。すごい規模なのだ。ところでデビルズプールって名前だけ聞くとめっちゃ怖そうなのだ。まあ実際かなりのスリルが味わえるわね。何しろ滝から落ちる寸前のところまで自分で泳いでいくことができるんだから。さすがに危険すぎるのだ。落ちたら絶対に死ぬのだ。ここはまさに滝が流れ落ちるところにある天然プールで、水量の少ない時期に実際に入ることができるの。
少し話がそれるけど、この時の水量が多くなるのは2月から5月までで、水源は高くて800メートルまで立ち上り、50キロ先からでも見れるわ。満月の夜には月明かりで虹が見えることもあるのよ。すごいロマンチックなのだ。ただ水源が多すぎて滝を見ること自体が困難で、滝の正面にある遊歩道には水源がシャワーのように降り注ぐわ。崖の縁まで行くと立ち上ってきた水源によって下から上に雨が降ってくるような状態となるわ。とりあえずびしょ濡れにはなるってことだな。まあ増水期に観光に行っても違った楽しみ方ができるでしょうね。ということでデビルズプールの話に戻るけど、いくつか注意点があって、まず個人では行くことができないから必ず現地ツアーに参加することになるわ。あともう一つの注意点は、ここに向かうために川を泳いでくる必要があるの。僕は金槌だからその時点で無理なのだ。まあせいぜい緩い川を数十メートル泳ぐだけよ。そしてデビルズプールにたどり着いたら、もし勇気があればこんな風に滝から身を乗り出してみることもできるわ。これは頭いっちゃってるのだ。命がいくらあっても足りないのだ。っていうか流されて落ちたりはしないのだ。渇水期はそこまで流れは強くはないし、一応ガイドの人が足を押さえてくれたりはするけど、もし落ちて死んでも自己責任ね。危険な撮影行為等をしなければ安全ではあるけど、実際に落ちて亡くなってしまった人もいるわ。ここでは押すなよのふりはできないのだ。何しろ落ちる先は熱湯風呂じゃなくて、ここでは地獄だからね。悪魔のプールという名も納得かもね。メタンはガチで押してきそうで怖いのだ。グローバル。3つ目はキブコよ。アフリカ中央部に位置しているわ。コンゴ民主共和国とルワンダにまたがり、湖の中ほどを国境が通っているわね。見た感じかなり大きい湖なのだ。ここはおよそ2700キロ平方メートルほどの面積があり、その広さはアフリカ有数の規模ね。それにしても前回のカラチャイコみたいに一見普通ののどかな湖に見えるけど、また目に見えない危険があるのだ。やっぱり回を重ねるごとに鋭くなってるわね。実はこの湖は湖水爆発の危険性があるの。湖が爆発するってことなのだ。メタンいくらなんでもそれはないのだ。それがあるのよね。しかもかなり大きな爆発が起きる危険性があるわ。一体全体なんでそんなことが起きるのだ。キブコは東アフリカの大地溝帯沿いに位置していて、点在する温泉が二酸化炭素とメタンを湖底に送り込んでいるの。その結果、水深260メートルより下には大量のガスが有害な硫化水素とともに水に溶け込んだ状態で閉じ込められているの。こうした深い層のガスは水面上に出て爆発する可能性があるわ。もし爆発したらヤバそうなのだ。そうね。実際にキブコで湖水爆発が起これば壊滅的な被害が出ると予想されているわ。具体的には湖は1日に20から60億トンの炭素を大気中に放出する可能性があると言われているわ。ちなみに世界の二酸化炭素排出量は年間約380億トンよ。そんなに大量なのだ。それって地球に影響を及ぼすレベルなのだ。そして噴出したガスは霧のような雲となり、数日から数週間もの間上空に漂うと言われているわ。火山が噴火した時みたいなのだ。またこのガスをメタン発電に有効活用しようとルワンダ政府からの依頼でスイスの研究所によるガス抽出試験が行われているの。ただそれが悪影響を及ぼす危険性もあるわ。そんな危ない地域で実験しない方がいいのだ。もし爆発したらと思うとゾッとするのだ。仮に湖水爆発の際に周囲にいれば毒性の強いガスによって数分で死んでしまうでしょうね。もしものことを考えると行かないに越したことはないのだ。ただキブコ周辺には人口約150万人の都市ボマをはじめ数百万人が暮らしているの。だから爆発した時の被害は想像を絶するでしょうね。本当に恐ろしい時限爆弾なのだ。ということで今回は3つ紹介していったわ。それぞれにそれぞれのヤバさがあったのだ。危険度で見ればキブコがダントツだったわね。
今回紹介した場所は危険性はあれども、そこでしか見られない絶景があるから調べてみたり行ってみたりしてほしいわね。もちろん足を運ぶのは自己責任だけど。僕が行けそうなところはなかったけど、いろんな場所を知れて楽しかったのだ。次回は危険な絶景シリーズもラストとなるわ。まだまだヤバい場所があるから楽しみにしておいてね。次の授業も楽しみなのだ。じゃあ次回の授業で会いましょう。バイバイ。